理解説。世界を魅了した伝説の美貌。グランプリ女優京町子不滅の傑作ベスト10。今日は日本映画が世界で最も輝いていた時代の象徴、グランプリ女優こと京町子を特集するぜ。グランプリ女優って、具体的にどういう意味なの？彼女の主演作が、ベネチア、カンヌ、ベルリンの世界三大映画祭で全て、最高賞、グランプリを受賞したことから、そう呼ばれるようになったんだぜ。まさに、日本が世界に誇る、世界のミューズだったんだ。グランプリ女優だなんて、すごくかっこいい響きだね。お名前は聞いたことがあるけど、具体的にどんな活躍をされた方なのか、私、全然知らないんだ。マリサ、教えてくれる？任せろだぜ。彼女は黒澤明監督や溝口健二監督といった巨匠たちに愛され、世界的な映画祭を総なめにした伝説的な女優なんだ。当時の圧倒的な美貌と演技力は、今見ても息を飲むほど圧巻だぜ。わあ、楽しみだなあ。でも、映画のお話を聞くなら、もしかして結末とかもわかっちゃうのかな？ああ、今回は作品の魅力をしっかり伝えるために、ストーリーの革新や衝撃の結末まで踏み込んだ、ネタバレありで解説していくぜ。未視聴の人は注意してほしいのぜ。第10位。偽れる清掃。1951年。第10位は1951年公開の偽れる清掃だぜ。京町子が演じるのは、男を金づるとして渡り歩く、祇園の凄腕芸者君長だ。彼女の激しい気性が炸裂する傑作だぜ。男の人を翻弄する芸者さんなんて、なんだか怖そうね。でも、ただ意地悪なだけじゃないんでしょう？その通りだぜ。この作品の本質は、戦後の新しい風と、京都の古い封建的なしきたりとの衝突にあるんだ。君長は、理不尽な格式を理由に妹の結婚を邪魔する連中に対して、たった一人で戦いを挑んでいくんだぜ。しきたりに立ち向かうなんて、すごく勇気があるわ。具体的に、君長さんはどんな風に戦うの？妹を蔑む女将のパトロンを誘惑して奪うんだが、その時の演出が語り草なんだ。新しい男を部屋に引き入れ、両手が塞がっている中で、足の指先ですっと襖を閉めるんだぜ。足の指で？ああ、元 OSK 大阪松竹歌劇団のダンサーだった彼女の、しなやかな肉体美と妖艶さが凝縮された、日本映画屈指のエロティシズムを感じさせる名シーンだぜ。妖艶なだけじゃなくて、情に熱い人なのね。でも、恨みを買っちゃったりしないのかしら？ああ、貢がせた挙句に捨てた男が逆上して、出刃包丁を持って楽屋を襲撃するんだ。思いは服姿、つまり、清掃のまま、京都の街を全速力で逃げ回るクライマックスは、まさに伝説だぜ。踏切という古い世界の境界線を越えられず、男に刺されてしまう姿はあまりに悲しいのぜ。このシーンは、戦後の混乱期に、古い飲酒と新しい価値観の間で揺れ動く女性の姿を象徴しているんだ。刺されちゃうなんて。最後はどうなっちゃうの？幸い一命を取り留めるぜ。病床で放つ、こんな世界とは縁切りだというつぶやきは、古い飲酒を脱ぎ捨てて新しい時代へ歩み出す、彼女の魂の叫びなんだ。当時の日本社会が抱えていた矛盾と、それに立ち向かおうとする女性の力強さを、京町子は見事に表現しているんだぜ。彼女の役者根性が、この一作に凝縮されているんだぜ。第9位。赤線地帯。1956年。第9位は1956年公開の、巨匠溝口健二監督の遺作、赤線地帯だぜ。売春防止法に揺れる吉原の特飲店、夢の里を舞台に、娼婦たちの生き様を描いた群像劇なんだぜ。溝口監督の最後のお仕事だったんだね。娼婦さんたちの群像劇っていうと、なんだか重たい内容なのかしら？京町子さんはどんな役なの？彼女が演じたミッキーは、良い家柄のお嬢さんなのに、父親に反落して家出し、娼婦に転落した現代娘だぜ。初登場の際の、八頭深夜で、というセリフとポーズは、あまりのインパクトに目が釘付けになる圧巻のシーンなんだぜ。八頭身だなんて、本当にスタイルが良かったのね。ミッキーさんは、お店の中でもすごく目立っていたんじゃない？
ああ、まさにバイタリテの塊だぜ。自分を連れ戻しに来た父親に対しても、過去の放蕩を厳しく指摘して決別を言い渡すんだ。父親に屈しない凛とした態度は、見ていて息を飲むほど情熱的だぜ。お父さんに立ち向かうなんて、すごく強い女性ね。でも、映画全体はどんな雰囲気なの？黛敏郎による不気味な電子音楽が前編に流れていて、まるで怪談のような独特の雰囲気なんだぜ。ボヨヨーンという不思議な音が、女たちの悲劇をより不穏に引き立てているのぜ。この音楽は、売春防止法という社会の大きな変化に、翻弄される女性たちの、閉塞感や不安感を巧みに表現しているんだ。音楽が不気味だなんて、なんだか怖いわ。ミッキーさんの周りでも、悲しいことが起きるの？そうだな。例えば仲間の夢子が息子に拒絶されて狂乱し、精神を病んで運ばれていく場面は、胸が締め付けられるほど悲しすぎるぜ。そんな地獄のような日常の中でも、商売は続いていくんだ。救いがないような気もするけれど。最後はどうなっちゃうの？衝撃的なのはラストシーンだぜ。客引きをするミッキーの傍らで、新たに見ようとした少女静子が、顔を隠しておずおずと客を誘うんだ。虚色のネオンの下で繰り返される因果を感じさせる、強烈な余韻を残す終わり方だぜ。第8位、8月15夜の茶屋、1956年。第8位は1956年のアメリカ映画、8月15夜の茶屋だぜ。なんと、あの京町子がハリウッドの伝説、マーロン・ブランドやグレン・フォードと共演した、歴史的にも非常に珍しいコメディ作品なんだぜ。ハリウッド映画に出演していたの？京町子さんって、本当に世界的なスターだったんだね。でも、戦後の沖縄が舞台のコメディなんて、一体どんなお話なの？民主主義を教えに来たはずの米軍隊員たちが、逆に村の魅力に丸め込まれていく文化のギャップが、この映画の醍醐味なんだ。真面目な理屈が通用しない、おおらかな村の空気に、飲まれていく様子が、見ていて最高に愉快なんだぜ。ミイラ取りがミイラになっちゃう感じかな？具体的にどんな面白いことが起きるの？まず驚くのが、マーロン・ブランドが特殊メイクで、日本人の通訳を演じ、片言の日本語を話す姿だぜ。さらに、京町子演じる芸者が、真面目な隊員を無理やり着物に着替えさせようと、押し倒して脱がせてしまう、体当たりの熱演を見せるんだぜ。ハリウッドスター相手にそんな激しい演技を。京町子さん、本当に体当たりですごいなぁ。それだけじゃないぜ。隊員はバスローブを着物だと勘違いして、傘をかぶって村を歩く奇て烈な姿を見せるんだ。様子を見に来た精神科医までもが軍務を忘れ、有機栽培に没頭する姿は、見ていて本当におかしすぎるのぜ。あの淀川長春さんも村人役で出ているんだぜ。もう、みんなめちゃくちゃだね。最後はどう決着がつくの？最後は本国の視察団から、隊員の姿勢こそ民主主義の鏡だと大絶賛されるんだぜ。一度壊された茶屋が作り直され、満月の下で盛大な祝宴が催されるハッピーエンドは、明るい希望に満ちた最高の締めくくりなんだぜ。ハリウッドのスターたちに負けない存在感だったのね。ああ、この演技で、彼女はゴールデングローブ賞の主演女優賞、ミュージカルコメディ部門に、ノミネートされる快挙を成し遂げたんだ。単なるゲスト出演じゃなく、アメリカでも主役級のスターとして認められていた証拠だぜ。第7位、浮草、1959年。第7位は、1959年の傑作、浮草だぜ。名将小津安二郎が大英で唯一メガホンを取り、旅役者一座の哀愁と腐れ縁を美しく描き出した名作なのぜ。小津監督の作品はホームドラマが有名だが、この作品では旅芸人という、アウトサイダーな世界を舞台に、人間の感情の機微を鮮やかに描いているんだ。小津監督が大英で撮った作品があるなんて驚きだわ。旅役者さんのお話ということは、各地を転々とする、文字通り浮草のような生き方を描いているのかしら？その通りだぜ。この映画の凄みは、伝説のカメラマン宮川和夫と、組んだことで生まれた、圧倒的な映像美にあるんだ。灯台や一升瓶の対比、そして画面の至るところに配置された赤の色彩設計が、
しがない役者たちの情念を鮮烈に際立たせているぜ。色使いにまでこだわりがあるなんて、すごくおしゃれで素敵だね。でも、旅役者さんの人間関係って、なんだか複雑そうで気になるわ。ああ、オズ映画としては珍しく、感情が激しく爆発するのも特徴だぜ。特に有名なのが、激しい土砂降りの中、道を挟んだ軒下同士で京町子と、中村鴈治郎が罵り合うシーンだ。降りしきる雨が壁のようになって、二人の意地と嫉妬がぶつかり合う緊迫感は、まさに息を飲むほど圧巻なんだぜ。このシーンは、長年連れ添った夫婦だからこそ生まれる、複雑な感情のもつれを鮮烈に描いているんだ。雨の中での口論なんて、すごくドラマチック。他にも若尾綾子さんの誘惑シーンや、激しいビンタもあるって聞いたけど、本当なの？本当だぜ。若尾綾子が電報を依頼するふりをして、清を誘い出す小悪魔的な演技や、熱を帯びたラブシーンなど、人間の業を真正面から描いているんだ。京町子、中村鴈治郎、若尾文子といった名優たちが、それぞれの業を抱えながらも、懸命に生きる旅芸人の姿を、観客の心に深く刻み込むんだぜ。そして最後は一座が解散し、一人駅に佇む座長の前に、澄子が静かに現れる。彼女が座長のタバコにマッチで火をつける。言葉は交わさなくても、二人はまた腐れ縁の旅へと容疑者で向かうんだぜ。言葉にしなくても伝わる絆があるんだね。なんだか、最後は温かい気持ちになれそうだわ。最後は暗い容疑者のテールランプが消えていくまで、いつまでも二人の生き様を見守っていたくなるような、最高の余韻が残る名作なのぜ。第6位、他人の顔、1966年。第6位は1966年公開の心理サスペンス、他人の顔だぜ。事故で自分の顔を失った男が、精巧な仮面をつけて別人として生きようとする、実に哲学的な物語なんだぜ。顔を失うなんて、想像しただけでも怖いわ。京町子さんはどんな役を演じているの？彼女は主人公の妻を演じているんだが、これが息を飲むほど美しいんだぜ。ファンから眼福と言われるほど貴重なヌードシーンもあって、彼女の圧倒的な美しさが際立っているのぜ。この作品は、高度経済成長期の日本で、個人のアイデンティティや疎外感がテーマになっているんだが、京町子の美しさは、そんな哲学的なテーマの中に、一筋の光を投げかけているようにも見えるのぜ。ヌードシーンまであるなんて、当時としては、すごく体当たりの演技だったのね。お話はどんな風に進むのかしら？男は他人の顔になりすまして、自分を拒絶した妻を誘惑しようとするんだ。中台達也と平見喜二郎の二人が、オンマイクな美声で語り合う観念的なダイアログは、まるで上質なラジオドラマを聞いているような心地よさだぜ。声の良さも魅力の一つなのね。でも、別人になった夫に奥さんは気づかないのかしら？実はそこが残酷なんだぜ。精神薄弱の娘を演じる市原悦子だけは、本能的に正体を見破るが、妻は初めから全てを知った上で誘惑に乗っていたんだ。さらに入江美樹が演じる顔に、ケロイドを持つ娘が海に消える悲劇も挿入され、不穏な空気が加速するぜ。最初からバレていたなんて、なんだか、追い詰められていくような怖さがあるわね。その通りだぜ。最後は自由にしたまえという医者を男が刺し殺し、背後を同じ顔をした無数の群衆が流れていく。アイデンティティが崩壊していく様を、シュールに描いた、あまりにも前衛的で衝撃的な結末なんだぜ。第5位、源氏物語、1951年。第5位は、1951年公開の源氏物語だぜ。大英の創立10周年を記念して、日本で初めて本格的に映画化された、まさに歴史的一作なのぜ。源氏物語、誰もが知っている平安時代の超大作だね。でも、あの長いお話をどうやって映画にしたの？名脚本家の新藤兼人が、膨大な原作を約2時間にぐっと凝縮したんだぜ。主演は、天下の2枚目長谷川一夫で、当時43歳ながらみずみずしい光源氏を、圧倒的な貫禄で演じ切ったんだぜ。この時代、源氏物語のような古典文学の映画化は、
日本の文化を世界に紹介する意味でも非常に重要だったんだぜ。43歳で20代の役を。それはすごいわね。京町子さんは、どのヒロインを演じているのかな？実は彼女が演じた淡路は、映画オリジナルのキャラクターなんだぜ。源氏の女遍歴を彩る重要な役どころで、その情熱的な姿は必見だぜ。原作にないキャラまで登場するなんて、新藤兼人さんのアレンジが光っているんだね。ああ、高島屋が協力した絢爛豪華な平安衣装や、後に怪獣大戦争マーチの原型となる、伊福部明の美しい音楽も大きな見どころだぜ。1952年のカンヌ国際映画祭では、白黒作品ながら撮影賞を受賞するほどの映像美を誇っているんだぜ。カンヌで賞を、平安時代の美しさが、世界に認められたってことだよね。そうだな。最後は源氏が最愛の女性たちを失い、自らの罪が返ってくる因果応報という味付けがされているのも、新道流の深みと言えるのぜ。京町子の存在感が、王朝文学の世界に新しい息吹を吹き込んだ傑作だぜ。第4位、鍵、1959年。第4位は1959年公開の鍵だぜ。名将市川崑監督が谷崎潤一郎の小説を映画化した一作でな。カンヌ国際映画祭の審査員賞や、ゴールデングローブ賞を受賞するなど、世界中で高く評価された伝説の官能ミステリーなんだぜ。世界的な賞をいくつも、ミステリーって言うと、犯人探しをするようなお話なの？いや、これは人間のドロドロした欲望と打算が渦巻く、奇妙な愛の物語だぜ。監督の演出もすごくてな。役者全員に能面のように表情を変えない、メイキャップを施したり、計算し尽くされた色彩設計がされているんだ。独特の不気味さが漂っているのぜ。表情が変わらないなんて、なんだか怖そう。京町子さんはどんな場面に出ているの？京町子演じる妻育子をめぐる、盗作的なシーンが印象だぜ。例えば、勢力の衰えを自覚した夫が、若きインターンの木村を育子に近づけて、わざと嫉妬心を煽ろうとするんだ。よって風呂場で倒れた彼女の羅針を、夫がわざと木村に手伝わせて寝室へ運ばせる場面なんか、まさに執着と歪んだ欲望の極みだぜ。自分の奥さんを、他の男の人に運ばせるなんて信じられないような世界だわ。演出も凝っていて、貨車の連結器ががっちりはまる様子や、蒸気機関車のロッドの動きを、性的な暗喩として挿入する独特な編集技法が使われているんだぜ。そして何より衝撃的なのが、不条理すぎる結末だぜ。これは、市川崑監督が原作の持つ盗作的な世界観を、映像言語で巧みに表現しようとした結果なんだ。不条理な結末？一体最後はどうなっちゃうの？色盲の家政婦の花が、磨き粉の缶と間違えて農薬をサラダに振りかけちまうんだ。それを食べた一家が次々と毒殺され、最後は音もなく走り去る未来の霊柩車が映し出される。美しくも残酷な、日本映画史に残る強烈なラストシーンなんだぜ。第3位、地獄門、1953年。第3位は1953年公開の地獄門だぜ。日本初のイーストマンカラー作品として制作され、第7回カンヌ国際映画祭で最高賞のグランプリに輝くという、日本映画界にとって歴史的な快挙を成し遂げた作品なんだぜ。当時の最高賞を受賞したなんて、本当に素晴らしい作品なんだね。平安時代の物語みたいだけど、どんなお話なの？実はこれ、一人の男の狂気的な執着が引き起こす悲劇なんだぜ。主人公の森藤が、命がけで守った人妻今朝の美しさに、心を奪われ、自分のものにしようと、手段を選ばず暴走する姿を描いているんだ。自分のものにするために暴走しちゃうなんて、今の時代でいうストーカーみたいな感じかしら。京町子さんは、そのヒロインを演じているのね。ああ、森藤の執着は凄まじくてな。清盛から望み通りの賞を与えると言われた際、相手が人妻だと知りながら即座に今朝をとこうほどなんだぜ。さらに比べ馬で夫の渡るに勝利した後、祝宴の席で真剣勝負を挑むなど、もはや狂気に取り憑かれているのぜ。
場所もわきまえずに勝負を挑むなんて、本当に自分勝手で怖いわ。今朝さんはどうなっちゃうの？今朝は夫を守るために、自ら身代わりになることを決意するんだ。夫が寝ている場所に自分が横たわり、森藤に自分を撃たせることで、愛する人を守り抜いたのぜ。絶命した今朝を見て初めて自分の愚かさを悟った森藤は、頭を丸めて装衣をまとい、苦悩の旅へと出ていくんだぜ。力では人の心は変えられないという、あまりにも重い教訓を残す傑作だぜ。自分の命を懸けてまで夫を守るなんて、今朝さんの思いの強さに胸が熱くなるわ。森藤さんの最後の姿も、一生消えない後悔を感じさせるね。第2位、雨月物語、1953年。第2位は1953年公開の雨月物語だぜ。巨匠溝口健二監督と名カメラマン宮川和夫がタッグを組んだ、世界映画史に輝く最高傑作だぜ。ベネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞し、日本映画の名声を世界に轟かせた伝説の一作なのぜ。ベネツィアで銀獅子賞だなんてすごすぎるわ。戦国時代のお話みたいだけど、どんな物語なのかしら？一攫千金を夢見て街へ向かった投稿の源十郎が、怪しい美女に魅了されて妻子を忘れ、放蕩にふけってしまう物語だぜ。何より素晴らしいのは、有限な映像美だ。霧に煙る琵琶湖を小舟が静かに進んでいく。幻想的な名シーンは、今見ても息を飲むほど圧巻なんだぜ。霧の中の小舟。想像しただけで美しそうね。京町子さんはその美女の役なのかしら？ああ、彼女が演じた若狭姫は実は資料なんだぜ。眉のない能面のような顔立ちが、不気味でありながらゾクッとするほど妖艶で、圧倒的な存在感を放っているんだ。さらに、荒れ果てた我が家に帰った源十郎を、カメラが360度追いかける間に、いつの間にか亡き妻が座っているという、魔法のような演出も、映画史に残る名場面だぜ。幽霊になっても夫を迎えるなんて、なんだか悲しすぎるわ。男の人は最後、どうなるの？最後は、亡き妻の声に導かれるように、源十郎が本来の場所で、懸命に陶器作りに励む姿が描かれるんだぜ。お浜から食べ物をもらった息子が、母の墓に供え物をするラストシーンは、本当に切なくて胸が熱くなるのぜ。欲望に翻弄された人間の悲劇を、ここまで美しく描き切った作品は他にないぜ。この作品は、戦国時代の、混沌とした世の中を背景に、人間の愚かさと同時に、家族への愛情という普遍的なテーマを浮き彫りにしているんだぜ。第1位、羅生門、1950年。ついに第1位の発表だぜ。1950年公開の、黒澤明監督による不朽の名作、羅生門だ。ベネツィア国際映画祭で金獅子賞を、さらにアカデミー賞でも名誉賞を受賞して、日本映画の存在を世界に知らしめた伝説の一作だぜ。世界中で絶賛された映画なんだね。平安時代の事件を描いているのよね。どんなところがそんなにすごいの？実はこれ、一つの殺害事件に対して、当事者たちが食い違う証言をする物語なんだ。人間のエゴイズムを鋭く描いているんだが、何より京町子の演じ分けが圧巻だぜ。証言によって、塩らしい被害者の妻から、狂犬のような恐ろしい女へと表変するんだ。彼女の凄まじい演技力がなければ、この作品の深みは出なかったはずだぜ。そんなにガラリと印象が変わるなんて驚きだわ。映像もすごく凝っているんでしょう？ああ、撮影の宮川和夫が、当時タブーだった。太陽に直接カメラを向ける手法や、鏡を使った光と影のコントラストで、モノクロとは思えない輝きを描き出しているんだ。早坂文夫のボレロ調の音楽も、藪の中を進むリズムを見事に支配しているのぜ。光と影の使い方が、お話の謎めいた雰囲気にも合っていそうね。さらに面白いのが、真実の姿だ。形式美を排した目撃者の証言では、多城丸と武士が、へっぴり腰で無様に切り合うという、あまりに泥臭いリアリズムの盾が描かれるんだ。最後は、羅生門で捨て子を引き取ると決めたソマ売りの姿に、旅奉仕が人間の良心に希望を見出すラスト。
まさに世界を震撼させた奇跡の一作なのぜ。みんな、自分をよく見せようと嘘をついていたってことね。そうだぜ。人間は自分の都合の悪いことは忘れ、嘘をつくという、普遍的なテーマを、京町子が全身全霊で体現したんだ。黒澤明監督は後に、彼女がいなければ、この映画の成功はなかったと、語っているほどだぜ。この作品の受賞がなければ、その後の日本映画の海外進出も、大きく遅れていたかもしれない、まさに歴史を変えた一本なんだぜ。総評、まとめ。ここまで京町子の不滅の代表作を振り返ってきたぜ。彼女がいかに日本映画の黄金期を支え、世界にその名を轟かせたか、よくわかっただろ？本当に圧倒されたわ。塩らしいお姫様から、恐ろしい資料、そして激しい情念を持つ女性まで、作品ごとに全く違う表情を見せてくれるんだもの。まさに唯一無二の女優さんね。そうだな。彼女がいたからこそ、黒澤明や溝口健二といった巨匠たちの芸術も、世界に届いたと言っても過言じゃないぜ。銀幕の中で放つ圧倒的な生命力は、今見ても全く色褪せないんだぜ。私も今の映画にはない、あの独特の美しさと迫力をもっと知ってみたくなったわ。みんなの好きな京町子作品もぜひ教えてほしいな。ああ、コメント欄で待ってるぜ。面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。最後まで見てくれてありがとうだぜ。